皆さんこんにちは。今日はですね、深夜徘徊をしています。と言ってもですね、今ちょうどこれから見えてきた、これポジャンマチャなんですけれども、なんとここは韓国です。韓国の深夜徘徊をして、これからね、本当はね、ここでね、この屋台でいろいろ食べたかったんですけど、ちょっともう終わっちゃってたんで、これからですね、ラーメンを食べに行こうと思っております。ラーメンといってもですね、日本みたいにラーメン屋台があるわけでもありません。こちらのラーメンコンビニ、有名ですよね。ガイドブックとかインターネットでよく見るこのラーメンコンビニ、ここに行こうと思っております。あまりにも有名すぎて、今ね、夜中の12時過ぎた時間なんですけれども、なんとめちゃめちゃ人がいます。半分以上日本人なんですけど、日本以外の外国人の方もいらっしゃったんですけど、おそらく韓国の人よりもむしろ外国人の方が多いんじゃないかと思います。見てください、この圧巻のラーメンの種類。この中からね、僕は今日食べるのを選ぶんですけど、めちゃめちゃありますよね。いくつか紹介していきます。今手元にあるのがハヤンラーメン、これですね、辛くない子供向けのやつです。もちろんですね、日本で売ってるのもあります。このね、アンソンタンミョンかな、これはね、日本でよく見ますよね。これはシーフードのやつで、この次はね、ロブスターのラプストラミョンっていうのですかね、もう売ってて、これね、日本にあんまり見ないですよね。日本に売ってるラーメンのバージョン違いもありました。こちらサムヤンラーメンのゴールド、これは珍しい。中にはね、めっちゃ辛そうなのありました。こちらのメウテン、これね、めっちゃ辛そうでやめました。これから買います。製麺疾患、こちらはですね、生麺仕様という意味だそうです。飲み物を買おうと思って冷蔵庫から選びます。男っていうの気になったんで、あれにしようと思います。ちなみに一番右に見えるのはアイブさん仕様のトウモロコシのシゲチャだそうです。皆さん下調べされている方は大体わかると思いますが、こちら無人の店舗なので自分でお会計をしなくてはなりません。このようにですね、メニューの中から自分の買おうとしているものを選びます。写真で出てますので、どれかを手元にあるラーメンを見ながら、これと同じ写真を探しました。ありましたね、一番上にあって、それをタップしようとしています。タップしましたね。これでラーメンのカートに入れるのは終わりました。この後はジュースを探し出して、ジュースをカートに入れます。簡単ですね。こうさっきのね、男っていうのを見つけるわけですかね。これ簡単だった。男を見つけてカートに入れます。全部で6500ウォンですね。お会計はすべてクレジットカードで支払います。端末の中央のところにカードと書いてありますので、カードを差し込みます。多分ね、チップのあるやつはこうやって刺すだけでいけると思います。これで OK ですね。これでレシートが出てこれば購入完了です。ちなみに先ほど紹介したアイブさんのトウモロコシのお茶は2000ウォンでした。この後自分で調理をしなきゃいけないんですけれども、隣にトレイがあったんでね、今バラバラしてラーメンとジュースもバラバラしてあったんで、トレイを借りようと思ってここに乗せています。1階が調理している人がいっぱいいて、自分が調理できなそうだったんで、これから2階に行きます。今2階の階段を登ってますね。これね、取りながらラーメンを持ちながら2階に上がる、超大変でしたけど、こんな感じで来てます。2階はね、結構ね、空いてたりしますので、こんな感じですね。これはね、いない時に撮ったんで、誰もいないんですけど、2階もちょっといました。2階なんですが、1階と同じように調理のこのね、コーナーがございますので、これをちゃんと利用していきます。調理するための容器はこのように上に置いてありました。あとはね、いつもラーメンを作るように袋を開けていきます。袋を開けると中にラーメンと、あとラーメンをね、調理するための粉、これですね、これが入っておりますので、これをまずね、全部容器の上に上げていきます。韓国の方のラーメンの作り方なんですが、大体日本とはちょっと違うのが、粉みたいなやつは全部先に入れるっぽいですよね。なので先に粉を入れます。これで調理していきます。麺だけですとちょっとね、味気ないんで、おかずを入れていきましょう。ここを開けて、なんか少ないですね。でここも開けてみるんですけど、もやしあれ全然ないということですね。ここのいいところはですね、調理場が2箇所あるんですね。これらのおかずが下の階にあるんじゃないかなと思って、これから下に降りていきます。結構ね、下の方行くの大変なんですよね。これ持ちながらなので、ちょっとね、気をつけて降りてください。下の方結構人いっぱいいますよね。なんかね、大きな荷物やっぱり抱えた方は2階まで来れないんで、下の方でお食事されるんじゃないかと思います。さて、下の方にはもやしあるんでしょうか。こちらのね、6分の1のところにがっつり入ってました。といってもですね、こちらのもやし、やっぱりちょっと細い感じのもやしですね。日本にあるもやしみたいにぷっくりしたんじゃなくて、ちょっと細い感じ、固めのやつですね。これにですね、あとニラを入れてみました。このくらいでいいかなと思って、あまりね、たくさん入れると
なんか温度が上がらなくて美味しくなくなるかなと思って、このぐらいで終わりにしようと思って持って帰ります。このようにおかずを自由に加えていいシステムはパンチャン、韓国の習慣によるおかずのシステムで、日本には絶対にないシステムですので、これはとてもお得です。日本人からしたらとても羨ましいシステムですね。これから調理を始めていきます。この機械、自動で調理をしてくれる機械なんですけども、ちょっとコツがいります。ボタンがありまして、下に3つボタンが並んでいて、上にスタートボタンがあります。普通の面を押して上のスタートを押しました。これを間違えなければちゃんと調理できます。調理時間が全部で4分あるみたいなので、8倍速でただいまお送りさせていただきます。こうかき混ぜた方が美味しくなるかなと思って、たまにかき混ぜたりね。あと隣のパンチャンのところでキムチとたくあんを乗せました。これね、全自動なので本当はね、つきっきりでいる必要はないはずなんですけど、4分20秒経ったところで自動で止まるはずです。ですけどね、こうやってやった方がほら、なんか自分が調理した感じがするでしょ。まあぐるぐるかき混ぜてるだけなんですけどね。今やっとね、これで終わりました。エンドですね。完成したのがこちら。左からキムチ、たくあん、そして僕が作ったもやしとニラ入りのラーメンでございます。美味しそうでしょ。韓国まで行ってなぜインスタントラーメン食べてるんだと思うかもしれませんけど、もちろんですね、韓国にツアーで行く方など結構多くいるかと思いますが、その時にね、美味しい食べ物を3食いただけるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと夜食食べてみたくなりませんか？あと僕みたいに一人で旅行するのならいいんですけれども、例えば奥様とご旅行されている方、あとは家族、お子様とかご旅行されている方っていうのは結構ね、身動きが取れづらいと思うんですよ。ということで僕からの提案なんですけれども、ちょっとだけ冒険してみたくなりませんか？もしミョンドンにホテルがあればですね、歩いてもそんなに遠くはないですから、一人とかで来てみてラーメンを夜食で食べる、こんなね楽しいことないと思いますよ。奥様やお子様がノリが良ければみんなで来ればいいと思うんですけれども、そうでない場合などありますよね。夜中近くなってからですね、奥様にちょっと小腹が空いてからラーメン食ってくるわとか言ったら、気軽に行ってらっしゃいとか言ってくれそうな場所なので、ぜひおすすめです。食べた後はゴミは分別して捨てます。日本の皆さんならお手のものですよね。基本的には資源になりそうなもの、ただのゴミ、あとはカップ、かさばりそうなもの、そして最後に汁ですね、といったものを分けて分別します。すいません、今回はお知り合いと来ていたので分別をしてもらいました。付箋めっちゃ貼ってあります。もうこれでもかくらい貼ってあります。これ付箋なんで多分ね、途中で取れちゃったりするんですよ。なので取れちゃったのは多分捨てられちゃってると思うんですけど、ついてるのはそのままずっとついてます。なのでもしメッセージが残したい方がいらっしゃったら、多分下の方にね付箋とか置いてありますんで、それを使ってメッセージを書いて貼っていくといいと思います。結構ね、たくさん日本語のものもあります。どうなんでしょう。日本のテレビ番組の王様のブランチも来て、こちらね、付箋どころか色紙を貼ってきますよね。結構いろんな日本のメディアも貼ったり来ております。ここまで見ていただいてありがとうございます。ずっとラーメンばっか食べてて恐縮でございますが、面白かった、あとはためになったと思っていただければ、いいねまたはチャンネル登録をしていただければ次回やる気になりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。